日は卵巾着を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、卵巾着を作っていきたいと思います。味付けはですね、とてもシンプルな甘辛味に仕上げていきたいと思います。こちらね、卵を油揚げの中に入れて煮込んでいくだけなのですごく簡単です。作り方にところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、油揚げ、小松菜、お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、だしの素、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵の大きさに関してなんですが、こちらは小さめの卵を使うようにしてください。L サイズとかね、ちょっと大きめの卵だと油揚げの中に入れた時に量が多すぎて外に飛び出てしまいますので、小さめの卵をチョイスしていただくといいかなと思います。そして油揚げなんですが、スーパーに行くとふっくらした油揚げと、あとは薄めの油揚げが売ってると思います。今回使うのはふっくらとした油揚げです。そちらを選ぶようにしてください。そしてあとはね、付け合わせに今回小松菜も一緒に煮ていきます。こちらはお好みでやってみてください。そして味付けですね。味付けは黄金比というかね、とてもシンプルな甘辛味にしていきたいと思います。だしの素に関しましては、こちらはかつおだしを使用していきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず小松菜ですが、水洗いして水分を拭き取っておいてください。そして根元を切り落とします。あとはだいたい3センチ幅ぐらいで切りましょう。このように切ったら、大体で大丈夫なので、茎の部分とあとは葉の部分で分けておいてください。こんな感じです。このように分けておきましょう。それでは続いて油揚げですね。油揚げは軽くね、ペーパーで油をね、拭き取ってください。このようにペーパーで挟んでしっかりね、押し付けましょう。そうするとね、このようにちょっとね、油を取ることができます。完全にね、油抜きしたい場合は、もちろん油抜きしていただいても OK です。それではまずね、この油揚げを半分に切ります。そしたらですね、油揚げの上に菜箸を置いて、そしてコロコロ転がしてください。そうすることによって、このね、油揚げの口が開きやすくなります。これで開いていきます。この時ね、破かないようにだけ十分に注意して開くようにしてください。このように口を開きます。片方もね、同じように口を開いてください。それではね、もう一つも同じように、まずね、ペーパーで油を拭き取って、そして半分に切ります。同じようにね、菜箸でコロコロして、なかなかね、口が開かないものもあるんですが、何回かね、こうやってコロコロしていただくと開きやすくなると思います。そして同じようにね、口を開きましょう。はい、油揚げはこのように全て口を開いてください。そしたらですね、この油揚げの中に卵を入れていきます。まずこういったね、こちらお米を測る計量カップなんですが、こういったもので大丈夫です。ここに油揚げを縦にセットしてください。こんな感じでね、口を広げてセットします。お米の計量カップなどに入れていただくと安定するので入れやすくなると思います。そしてあとはね、今回留めるのに爪楊枝を使っていきます。こちらも用意してください。こちらの爪楊枝に関しましては、パスタなどでね、代用していただいても OK です。そしたらこの中に卵を割り入れます。もしね、卵の殻が入ってしまうのが怖いという方は、別皿に卵を割ってそこから入れていただくといいかなと思います。このように入れたら口を閉じて、そして爪楊枝で留めてください。刺して刺して刺して、こんな感じですね。こんな感じでね、爪楊枝で留めてください。それではね、残りも同じように卵を割り入れていきます。はい。で、先ほども言いましたが、殻が入るのが心配な場合は、こういった別容器に卵をまず割り入れて、殻が入ってないかまずチェックしてください。入ってなかったら、このまま油揚げの中に入れましょう。よいしょ。そして同じように口を留めます。はい、こんな感じです。このようにやってみてください。巾着の準備はこれで OK です。それでは今から煮ていきます。それでは小鍋を用意してください。ここにまずお水を入れます。そしてお醤油、みりん、そして料理酒、
あとはお砂糖、そしてだしの素を入れます。入れたら火にかけましょう。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。時折ね、このように混ぜながらね、加熱してください。はい、くつくつ沸騰しました。そしたら一旦火を止めます。この時ね、蒸気が一気にバッと上がってくるので、蒸気でやけどしないようにだけ注意してください。そしたらこの巾着をね、そっと入れていきましょう。この時もやけどしないようにね、注意してください。こんな感じで並べます。そしてもう一度火にかけて再沸騰させてください。はい。で、再沸騰したら火加減は弱火です。そしたらね、上にこのように煮汁をかけます。煮汁をかけたら続いて小松菜の茎をね、一緒に入れましょう。葉の部分はね、すぐ火が通るので、茎の部分だけね、最初から茹でましょう。そしたらここにね、落とし蓋をしてください。こういったね、落とし蓋がない場合はアルミホイルでも OK です。そしてこのままですね、だいたい3分ほど一度煮込んでください。はい、今ね3分経ちました。そしたらね、一度落とし蓋を外してください。今このような状態です。そしたら今度はね、葉の部分を入れてください。こうやってね、小さいお鍋で煮てるのでね、こんな感じでキツキツになるので、汁もね、上まできちんと浸ってくれます。ただ大きいお鍋でやるときは3分ほど経ったら裏返して片面を下にしてね、煮てください。そしたらまた蓋をします。そしてこのままだいたい3分から4分ほど煮てください。はい、今ね4分ほど経ちました。そしたら火を止めます。火を止めてこのまま余熱で3分ほど置いてください。最後はね余熱で仕上げていきます。そうすると味もしっかり染み込んでいきます。この卵の半熟具合に関しましてはお好みがあると思いますので、調整していただけたらと思います。ちなみに今回私が使っている卵は小さめの M サイズの卵で、冷蔵庫から出して5分後ぐらいの卵を使用してます。こちらね、卵の温度によってもね、適正な煮る時間が変わると思いますので、気になる時はね、ちょっとお箸でね、どのぐらい固まったかなっていう感じで、こうやってね、ちょっと確かめていただくといいかなと思います。それではこのまま置いていきます。はい、3分経ちました。落とし蓋を外してください。こんな感じでね、とても美味しそうに仕上がってます。そしたら取り出してね、1個切りたいと思います。それではね、切りたいと思います。まずようじを外してください。そして半分に切ります。はい、こんな感じでね、とても美味しそうな半熟卵に仕上がりました。この半熟加減なんですが、卵の温度、あとは個数とかによってもね、加減が変わってくると思いますので、お好みで調整してください。固茹でかどうかね、判断するときは、もうちょっとね、大きい鍋を使っていただいて、そしてこのね、表面の部分が触れる状態にしていただいてるといいかなと思います。そうすると、こうやって触るとね、だいたい黄身がね、どのくらい固まったかわかると思いますので、こうやってね、お箸で黄身の硬さを確認しながらね、煮ていただくといいかなと思います。もちろんね、固茹でにしたい場合はもっと加熱していただいて大丈夫です。半熟にしたい場合はだいたいね、片面2分30秒から3分ずつ煮て、最後は火を止めて余熱で 2,3 分ぐらいで仕上げていただくといいかなと思います。それではね、盛り付けたいと思います。はい、これで卵巾着の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように卵はね、半熟に仕上がってます。そしてね、味もしっかり染み込んでます。こちらの小松菜に関しましてはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。卵が半熟ですごく美味しいです。そしてお揚げにもね、しっかり味が染み込んでます。このね、付け合わせの小松菜もね、すごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の卵巾着のポイントです。まず油揚げについてなんですが、油揚げはね、ふっくらしてるタイプとペチャッとした薄いタイプのものがあると思います。こういったね、巾着を作る場合は必ずふっくらしたタイプを使うようにしてください。そして油揚げをまず半分に切って、その後口を開くんですけれども、結構ピタッとくっついてますので、一度表面にね、菜箸を置いてコロコロ菜箸を転がしてみてください。そうすることで口が開きやすくなります。この時思いっきり開いて油揚げ
影を破らないようにだけ注意していただけたらと思います。そしてその後ですね、卵を割り入れるんですが、割り入れる時はお米の計量カップの中に油揚げの口を開いてセットして、そしてその中に割り入れていただくとやりやすいと思います。ただね、直接割り入れて殻が入ってしまうのがちょっと怖いなという時は、一度別の器に割り入れて、そして入れるようにしてください。そして今回口の部分はね、爪楊枝で留めてます。こちらはパスタで留めていただいても OK です。パスタでね、やっていただくとそのまま美味しく召し上がっていただけると思います。そして煮る時のポイントなんですが、まずね、調味料を加えて煮汁を沸騰させてください。そして沸騰したら卵巾着と、あとは小松菜の茎の部分を入れて、だいたい3分ほどですね、一度煮てください。そしてその後ですね、落とし蓋を開けて、あとは小松菜の葉の部分を入れて、また同じように落とし蓋をして煮てください。そして最後仕上げる時は火を止めて、その状態で 2,3 分置いてください。一度ね、火を止めて落ち着かせることで味が染み込みやすくなります。この半熟具合に関しましてはお好みがあると思います。あとは卵の大きさ、そして卵の温度によって半熟加減が変わってくると思いますので、半熟状態が心配な場合は少しね、大きめの鍋で作っていただいて、そして表面をね、今回立ててね、煮てるんですけれども、パタッと倒していただいて、その状態で煮ていただくといいかなと思います。そうすると表面をね、お箸で触って卵黄の硬さを確認できますので、そうしていただくといいかなと思います。その場合は小松菜の葉を入れるタイミングで反対側にして煮るようにしてください。あとはね、ようじを外して美味しく召し上がっていただけたらと思います。もし固茹でにしたい場合はもうちょっとしっかりめに煮てください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は卵巾着を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。